皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ギガセットのギガ付きモバイル Wi-Fi ルーターをご紹介したいと思います。こちらはギガセット様の方から送っていただいたものになりますけども、この商品はクラウド SIM を利用した SIM カードが入っていないモバイル Wi-Fi ルーターとなっています。SIM カードが入っていないということで結構不思議な感じにはなりますけども、その時々また場所によってですね、最適の通信環境を使うことができるというものになります。ということでね、もうすでに数日使っているんですけど、サービス内容を含めましてね、どんな感じなのかご紹介していきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではね、開けてみたいと思います。はい。ということで入っていますのがまず本体になります。そして同梱されていますのが SIM ピン。さらにユーザーマニュアルも入っています。各種ね、設定方法などがわかるようになっています。そして注意事項の用紙。最後に保証書ということですね。加えて USB-C のケーブルになります。反対側は USB-A となっています。そして USB 充電アダプターも同梱されています。ポートは USB-A となっています。というわけで本体の外観を見ていきたいと思います。非常にね、シックな感じになります。USB-C のポートがついています。そして上側になりますけど、電源ボタンがついています。3秒ほど長押しすることによって電源が投入されます。また電源を切る際も3秒ほど長押しする形で電源が切れます。そして SIM カードのスロットもついています。ここに SIM カードが入っているのかっていう疑問が少しあると思います。実際に開けてみたいと思います。ということで SIM カードは入っていません。しかしながらこちらのモバイル Wi-Fi ルーターになっていますが、設定のところでこの SIM カードの管理っていうのがあるんですけども、物理 SIM カードの切り替えがありまして、クラウド SIM のネットワークからスロット内の SIM カードへ切り替えますということで、何かしらのデータ SIM などを入れていただければ、実は使うことができます。設定項目の中に APN 設定することができますので、SIM カードを差し込んでいただければ切り替えることができます。そして背面はシンプルなものになっています。しっかり技的マークもこちらについていることがわかります。そしてバッテリー容量は 3000mAh と出ています。スペック的にはですね、通電しっぱなしの状態で13時間ほど持つということなんですね。私の方でも調べましたが、ずっと電源入れっぱなしの場合、だいたいやっぱり12時間から13時間ぐらい持ったかなという感じですね。もちろん通信をしっぱなしの状態であれば、もっとバッテリー消費しますので、使うたびに電源を入れる方がいいんじゃないかなと思います。そしてね、通信は4G のみとなっています。5G には対応していませんので、そのあたりはね、ご注意ください。では、本体の重さを測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 131.3g となりました。一昔前の携帯電話という感じの重さになっています。すごい重いなっていう感じは全然しません。ではね、電源を入れてみたいと思います。電源が入りますと、このようにね、情報へスライドしてロック解除ということで、タッチパネルになっていまして、このようにロックを解除することができます。画面ロックを解除しますとこんな画面が出てきまして、今現在のデータの残量ですね、100GB 購入した場合は、100と出ていると思います。700メガほど使用しましたので、残り 99.3GB となっています。このあたりは分かりやすくていいんじゃないかなと思います。スマホのアプリなどを使って残量確認ということではなく、もうこのモバイルルーターそのもので確認ができるっていうのがすごくいいなと思います。しかも、モバイル Wi-Fi ルーターが電波が出ていますけども、この SSID ですね、MR1_2 何々と出ていますが、これをスマートフォン側で選んで、下にありますパスワードですね、仮を設定してありますが、これを入力することによってスマホなどと接続することもできます。もちろんパソコンと接続することもいいですし、タブレットでもいいですしね、ゲーム機でもいいですし、接続した際にはこちらのね、この電波マークのこの0になっていますが、接続している台数の数字が出てきます。じゃあね、ちょっと繋いでみたいと思います。今スマホの Wi-Fi 設定を開いていますが、こちらから出ている電波 MR1 とありますけど、一番上に表示されています。これを選ぶことによって接続することができます。で、パスワードを入力するという流れになりますが、ちょっとやってみたいと思います。接続済みになりまして、これで今こちらのスマートフォンはギガセットのモバイルルーターと接続されている状態になります。では YouTube ちゃんと再生できるか見てみたいと思います。これはね、著作権フリーの音楽サイトになりますけども、ちゃんとね、接続されて通信できていることがわかります。ちなみにね、この上の部分見ていただきますと、928kbs と出ていますけども、これキロバイトになっているので、ちゃんとね、通信ができていることがわかります。これが現在の通信状況を表しています。そして私の動画も流してみたいと思います。ちゃんとね、滞りなく再生されていますね。ちなみに再生スピード上げているんですけども、全然滞りなくね、再生されていることがわかります。
では、気になるスピードテストもやってみたいと思います。なんとね、ソフトバンク回線が使われているってことがここで分かりました。私の今使っている環境下ではソフトバンクが選ばれたということになります。では、テストの方やってみたいと思います。ということで、今テスト終わったんですが、ダウンロードが 30.1 メガ、アップロードが 19.4 メガとなりました。そうですね、30メガほどありましたら、一昔前の光回線というかね、速い ADSL というような感じにはなると思いますが、実用上ね、全然問題ないんじゃないかなと思います。動画サイトでも先ほどね、YouTube の高画質の映像であってもね、再生することができると思います。じゃあもう一回測ってみたいと思います。ということで、30メガちょっとで、本当に重いことしなければ全く問題ないんじゃないかなと思います。ただ、こちらを見ていただきますと、リアルタイムで減っている感じではないですね。ある一定時間ごと消費されたデータが、こちらの方にね、反映されていくんじゃないかなという感じです。ということでね、速度結果出ましたが、ダウンロードが 36.5 メガ、アップロードが17メガとなりました。これぐらい出てれば申し分ないんじゃないかなという気はします。ちなみにですね、データの残量が少し変わりました。99.1GB が残りと表示されています。ですので、先ほどのスピードテストでだいたい1回あたり300メガぐらいね、消費したということだと思いますね。2回やりましたので、600メガ減ったという感じになると思います。結構スピードテストって消費しますので、何回もテストするとあっという間に終わってしまうかもしれませんので、ご注意ください。ということでね、モバイル Wi-Fi ルーター、結構ね、これ使い勝手いいですね。この画面のタッチの反応もすごくいいですし、言語は日本語、韓国語、中国語、英語ということになります。ですので、一時的に日本に帰国したとかね、そういった方もいいんじゃないかなと思います。一回買ってしまえば、日本に帰国した都度ね、またチャージして使うってこともいいんじゃないかなと思います。ということで、ここからちょっと商品の内容をご紹介したいと思います。今私の手元にありますのは、こちらね、ギガ付きのモバイル Wi-Fi ルーターとなっていまして、なんと契約は不要になっていて、ギガセット様のサイトからポチッと購入して自宅に届くという流れになります。ですので、免許証など情報とか個人情報を登録してということでありませんので、加えて返却する必要もありませんので、本当に買い切りで使うこともできます。また、契約期間っていうのも一切ありません。ちなみに今現在のお値段は、このモバイル Wi-Fi ルーターと100ギガがセットで 25,380 円となっています。当然ながら、モバイルルーターのお値段分も入っていますので、100ギガを消費した後にまた追加でギガを購入することもできます。その場合は当然ながら安くなりますね。また後ほどご紹介します。そして、プランとしては、最初からですね、このモバイル Wi-Fi ルーターに100ギガのものと50ギガ、30ギガ、10ギガと4種類のラインナップとなっています。1ギガあたりね、一番安いのはこの100ギガのプランになります。ちなみにこちらの場合100ギガありますが、全部使ってしまった場合で、なんとね、おかわりっていう名称でサービスをやっていまして、また100ギガを購入する場合は、6480円となります。ですので、1ギガあたり約65円となります。そして50ギガになりますと4980円。30ギガは3980円。そして10ギガは1980円となっています。ですので、こちらをね、1回買ってしまえば後々安くなりますので、普段ね、買ったけど使わないよってことであれば、1年間有効になっていますので、10ギガを1980円で買っておいて、緊急時に使うっていうのもいいんじゃないかなと思います。ただこれを固定回線で使うとしたら、ちょっと割高になると思いますので、出張先や緊急時、停電で家の固定回線が使えない時のために、ちょっと用意しておくってこともいいんじゃないかなと思います。ちなみにギガを購入する際は、ギガセット様のおかわりができるページがありますので、そちらの方から購入する形になります。ということで今回ギガセットという月額費用不要、契約不要、ギガをね、おかわりして買うとか、非常に便利なモバイル Wi-Fi ルーターをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ギガの有効期限は1年になっています。欲しい時に欲しい分だけ利用可能になっています。追加のおかわりですね、1ギガあたり最安で65円という非常に安くなっています。ですので、緊急時にね、ちょっと持っておくっていうのは個人的にいいんじゃないかなと思いましたので、大切に使っていきたいなと思います。というわけで、本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。